こんにちは、つんです。無印良品の2024年春夏商品展示会にご招待いただいたので行ってきました。今回はですね、開発スタッフさんのお話も交えながら、今年の12月中旬から来年7月頃までに発売される新商品を一足早くご紹介したいと思います。発売時期はね、多少前後する可能性があるらしいので、あくまで参考程度となりますが、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。はい、会場に入って一番初めに目に入ったのがこちら。空気でできたソファーです。コロンとした形がなんとも可愛いですよね。ネーミング通り空気で膨らませるソファーです。カバーの素材はね、結構しっかりしたタイプでした。カラーはグレーの他にグリーンとイエローの3色展開。中には5つのバッグが入っているそうです。今回はね、開発スタッフさんのお話も聞けました。この5ブロックが1、2、下、横、で5ブロックあるんですけれども、5ブロックすべてこのようにしぼんだ状態で畳まれて、これ空気抜くと、このパッケージはね、こんなにコンパクトなんですよ。なのでこれ小スペースに収納できるし、引っ越しの時とかもめちゃめちゃ便利ですよね。で空気入れていただくときは、こっちですね、こちらの方でこのポンプがあらかじめ一緒に箱に入ってますので、こちら差し込んでいただいて、このようによければこの後ね、私もこのポンプを使わせてもらったんですが、すごいね、軽い力でみるみる空気が入りました。空気の量で座り心地を調整できるっていうところもいいですよね。はい、次は持ち帰ってすぐに使える家具シリーズです。こちらはリクライニング機能が背面で18段階。肘のところは14段階もついたフロアソファーだそうです。これはね、今も売ってるイデーのプーフクッションですね。余談ですが、うちもこれの大きいサイズを使っていて、姫もお気に入りみたいです。なぜかこのクッションをね、ホリホリするのが楽しいみたいなんですよね。ね、これカバーがすごく丈夫で、こうやって姫がホリホリしても8年ぐらい使ってますけど、全くほつれません。余談が長くて失礼しました。それでは本編に戻りまして、これね、スチールパイプの新商品がいろいろありました。温かみのあるグレーの色合いがいい感じです。これはね、シューズラックみたいですね。そしてこちらは収納ラックとバスケット。ラックとバスケットセットは別売りだそうです。これね、カゴが斜めになっている分、奥行きがスリムな作りになっていました。これはスタッキングできるスツール。3色展開でラックとかも同じ色が出るそうですよ。でこちらのワゴンも新色のグレーとブラックが1月中旬に発売予定だそうです。伝統と文化に学ぶと書かれたコーナーには、色鮮やかなマドラスチェックのアイテムがたくさん並んでいました。昔ながらのシャトル織り機で織られた布っていうのは、風を通す自然な凹凸の表情を生み出すんだそうです。シャツとかブラウスとかワンピースとか本当にいろんなアイテムがありましたけど、衣類系は5月上旬から中旬頃の発売予定と書いてありました。ラクダのクッションもありました。かわいいですよね。あと枕カバーとかシーツとかクッションとかそういったものは4月中旬頃に発売されるみたいです。ちなみにこちらは象のクッションです。
こちらはアバカっていう植物を使った手編みのトートバッグ。マドラスチェックのアイテムにぴったりな雰囲気ですよね。あと、個人的にすごく気になったのはこれ。ミニハンプトートバッグです。何に使うのっていうぐらいのサイズ感なんですけど、こういうミニチュア的なものってなんか妙に惹かれますよね。これは12月下旬から期間限定で販売されるそうです。はい、そして無印といえばカレーですよね。2023年のネットストアランキングで堂々の1位に輝いたバターチキンは、今まで6回もリニューアルしてたなんて私知りませんでした。で、試食コーナーには初代のバターチキンと5月中旬に発売される6代目が食べ比べできたので遠慮なくいただいてきました。6代目はガラムマサラとかいろいろスパイスを改良してより複雑で奥行きのある味になっているそうです。どちらもね、甲乙つけがたいぐらい美味しいんですが、確かに初代と比べると全然味が違うなと思いました。で、5月中旬には期間限定で初代から6代目まで6種類のバターチキンが出揃うらしいです。全部買って食べ比べてみるっていうのも楽しそうですよね。で、試食コーナーには新商品の野菜を食べるスープとかカレーも並んでいました。ですね、お肉を使わずに作ったカレーなんですけども、インドの、チーズですね、カテージチーズを具材のようにゴロッと入れてますので。一般的なスープよりも具材をたっぷり入れまして、もう本当に食べるスープっていう表現がぴったりなぐらい具材たっぷり入れております。で、こちらはトマトベースで、こちらはあっさりとしたお出汁のベースになってまして、どちらも日常の生活の中でちょっと今日野菜ないなみたいな時に足していただくとバランスが取れるっていうこと。なるほど。はい。美味しそう。はい、ぜひ召し上がってください。ありがとうございます。はい。で、こちらは5月下旬発売の国産のお米を使ったお米のスナックたち。どれも美味しかったです。で、このカレー味のお米のチップスだけが7月上旬発売です。個人的にはこのね、ポリポリスティックブラックペッパー味っていうのが新食感で気に入りました。他には国産果実を丸ごと使ったフルーツのおやつ。八朔とオレンジのドライフルーツとか、あと寒天餅とか、みかんとりんごのゼリーなどがありました。はい、お次は夏を快適に過ごすひんやりグッズコーナー。まだちょっと気が早いですが、ひんやりクッションとか寝具類とかは4月の発売予定だそうです。3色展開みたいですね。個人的には白が嬉しいです。本当にね、触るとひんやりして気持ちよかったです。で、こちらは去年も人気だったハンディファンやネッククーラー。ネッククーラーはですね、フィット感がアップしているそうです。でこちら右2つが、体用、肌用のボディミスト。でこちら普通のタイプで、こっちがハードのタイプになっていて、結構ひんやりする。ひんやりする。冷感が、すごい強いタイプのものになってます。で、こちら3つが、お風呂場で使っていただくもので、ボディーソープとシャンプーとボディスクラブになってます。でこちらいずれもクールのタイプになっているのと、ケア用品のところでもちょっとご説明しているんですけども、こちらの3つに関しては天然由来成分 100% ということで、ヒヤッともするんですけど肌にも優しい成分で作られています。はい。その隣には保冷ボトルやペットボトルの保冷ホルダー。4月中旬に発売の新色が並んでいました。はい。で、こちらは天然由来の材料だけで作られたサラッと麺シリーズです。汗をかいてもさらっと蒸れにくくて、ひんやりする肌触り。汗取りパッドはデザインを目立ちにくくして、さらに去年よりも乾きやすく改良されたそうですよ。
100% でちょっと分厚いと思われがちなんですけど、なるべく薄くっていうところを目指していて、こう触っていただくと違いわかると思うんですけど、こっちが薄手の方に。ああ、本当だ。はい薄い。もう夏、少しでもやっぱ着るとちょっと暑いってところがあると思うので、それを薄手でちょっと解消していただければっていうふうに思ってます。薄手で、その隣にはルームウェアだと思うんですが、爽やかな色合いの T シャツとかパンツがずらりと並んでいました。で、ふっくらパイルタオルの方は3月の上旬に新色のストライプ柄が期間限定で出るそうです。タオルは今年の8月に実は大きくリニューアルしてまして、ここに繊維長の長い面を2本使ってるって書いてあるんですけど、はい。タオルってこの面のループが通常ありますよね。で普通1本の糸でループが作られてるんですけど、これちょっと細かくて見づらいかもしれないですけど、2本の糸がこう絡まるようにループ作ってるのって分かりますか？この1個の輪っかが2本の糸で作られてるんですよ。はい。でこのことによって吸水性もうすごい高まっていて、肌触りもすごいふっくらするっていう。確かに。はい。でこれ普通に使っていただいてもふっくらなんですけども、使って洗濯して乾かしていくほどこのちょっとループが立ってきて、どんどんふっくらしていくっていう。使えば使うほど。はい。タオルといえば、こちらはですね、両面パイルでできたキルタオルシリーズ。ふんわりした肌触りですごい気持ちよさそうでした。夏のお風呂上がりとかに良さそうですよね。これメンズレディースの他にキッズやベビーもありました。今回ね、洋服はさらっとしか見れなかったんですが、リネンとかコットンとか環境に優しいヘンプなど自然素材をふんだんに取り入れた無印良品らしいナチュラルでシンプルな品揃えでした。これは表面がひんやりと涼しく感じられるっていう涼感 T シャツ。肌触りがさらっとしててシワになりにくそうでした。結構ね、カラー展開も豊富でした。で、このキッズ T シャツの動物柄が可愛かったです。天然の軽い繊維カポックを使ったシリーズは12月下旬から来年の1月下旬頃に発売されるそうです。で、これね、ぜひ着てみてくださいって勧められて1着だけ試着したんですけど、カポックコンの中綿スタンドカラーコートです。これね、着てないみたいに本当に軽かったです。びっくりしました。でこれはね、メンズのみで L を着たからちょっと大きいんですけど、S サイズならちょうど良さそうでした。まあ今はね、ダボっと大きめに着ても可愛いかもしれないですよね。はい、そしてこちらがですね、無地サイクルのコーナーもありました。無印は不要になった一部対象商品を回収してリサイクル、リユースをする取り組みをしています。まだまだ着れるものは染め直したり、つなぎ合わせてリメイクしたものが展示されていました。これ全部スタッフさんの手作りで一点物なんだそうです。配色が結構可愛いですよね。で、このリメイクシリーズは2024年の春夏から販売をスタートするそうです。今のところ新宿の靖国通り店のみって言ってたような気がするんですが、気になる方はお問い合わせをしてみてください。衣類からリメイクしたトートがすごく可愛かったです。だけどこれはまだ企画段階で販売は決まっていないそうです。まあでもまだ発売は決まってないですね。そうです。まずはちょっと社内で使ってみようかなという。じゃあいずれ楽しみにしてます。ありがとうございます。もうお声がけです。今回は姫の出番が少なかったですね。すいません。少しでも参考になりましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。
それではまた次の動画でお会いしましょう。